FM Osaka. 85.1. 母ちゃん、あんた踊らなさい。 FM Osaka. Osaka. 1月16日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチーム、アバンギャルディをプロデュースしている、美しいあかねです。はい。年明けてからの話、してなかったと思うんですよ。まあ、ちょっと、年明けてから初収録なんで。すごい、2026年、私なんか結構運気いいんですよ。っていうか、厄年も、1年だけね、終わるんですよ。終わるっていうかないんですよ、この1年は。女子はみんな33歳、34歳、ないんですよ、ここ。で、まあそれもあって、ちょっともう良くなるし、もうゲッターズ飯田のね、飯田さんの大好きな毎年買ってる運勢の方にもうめっちゃいいって書かれてて、7年の闇が終わるとも言われてるんですよ。でもそれで、言われてて、年明けて、もうなんか早速いい感じなんです。感覚がね、自分の。で、まず、1月3日にね、清水ミツコさんの武道館での、毎年ね、年始にやられてるライブに行ったんですけれども、まあ、大阪に帰ってきてたので、正月。ので、東京にまあ、行くわけですよ。で、その新幹線って今、年末年始とかって全部指定席になってるじゃないですか。で、指定席を取り忘れてたんですよ、普通に。1月3日の込み込み公民の時に。で、忘れて、やってもうたと思って、どうしよう。まあでもだから、席と席の間のスペースでもう立つの確定してたわけですよ。でも私足も怪我してるから、立ちたくないなと思って、キャリーバッグね、座れる用のキャリーバッグみたいなのも持って行って、邪魔やけど、まあでもどうしても座りたかったから、まあそんなんで持って行ったらマシかなと思って持って行ったんですけど、7号車と8号車の間のところに、なんかスペースがあったんですよ。で、パーって入って、もうそこの、なんかいきなりなんかスペースを見つけて、なんか空席ってなってたんですよ。何これと思って、もう吸い込まれたように私入っていって、そしたらなんかそこ個室で、ワークスペース、ビジネススペースみたいな場所があって、2席あるんですよ、席が。で、バーみたいな、バーカンみたいになってて、で、コンセントとかもあって、でその席が、なんと、1時間1500円で借りれるの。入って、なんか QR コード読み込んで、私はその場所予約しました。だから、まあ自由席のお金で入って、そこにもう立って移動するの確定していたが、その謎のスペースがあったおかげで、1時間1500円で借りれて、で、普通に作業も、ね、PC 作業も私やろうと思ってできたし、で、何せ、貸し切り状態って、なんかそこで打ち合わせとかもしていいんやって。だから喋ってもいいし、テレビとかも見ていいらしくって、そこでめちゃくちゃ充実した移動ができましたっていう話。めっちゃラッキーじゃないですか、これ。だって予約もしてないんですよ。で、誰も入れないんです、その場所。予約した人しか。まあ、快適にまず東京行きました。で、清水ミツコさんのライブもめちゃくちゃおもろかった。もん。めっちゃ笑ったんですけど、ミーシャさん来たんですよ。ミーシャさんスペシャルゲストで来て、で、ミーシャさんが、の歌もね、聴けて、すごいなと思ってたら、ミーシャさんが、実は私、ゲッターズ飯田さんが、言うには2026年ミーシャのこういう歌声聞いたら、みんな幸せになるって、聞いた人は、って言ってて、いや、もうだってそこで私の大好きなゲッターズ飯田の名前が出るとなんて誰も思ってないじゃないですか。みたいな。ミーシャの歌だよみたいな。聞いた私は一年間ハッピーみたいな。最高やんってなって。そう、めちゃくちゃなんか、運気爆上がりの正月を迎えましたっていう話。どうですめっちゃすごくないもう来てるやろ !2026 年。てか、そんな席あったのしてたって、まず新幹線に。それもすごいし、そこ乗れたのもすごいし、すごいよっていう、ミシャさんの歌声も素晴らしかったし、清水ミチコさん最強ですわ。すごいよ、本当に。12年連続やってるって、ライブを。ほんとすごい。
勉強になりました、また。なんで、まあ、2026年ね。はい、皆さん、楽しい一年にしましたイエーイめっちゃ嬉しいから、本当アバンギャルディのカッパタックあります。そして、番組のどっかで、茜のなでしこからのメッセージをお届けします。イェーイ。さあ、FM 大阪茜クラブ、今日の一曲目ですね。じゃあ、やっぱミーシャさんの曲。でもね、ミーシャさんの曲は歌わなかったですよ、ミーシャさん。そう。替え歌はちょっとあったけど、この矢野明子さんの一つだけを、ユーミンさんじゃない。清水美智子さんが、矢野明子さんの真似しながら、で、ミーシャさんと歌ったっていう。めっちゃよかったよ、これ。最高でした。FM Osaka. 85.1. FM Osaka. Osaka. あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。それでは、アバンギャルディのおかっということで、今日はこの二人が来ています。じゃあ、新年一発目のギャグとともに自己紹介お願いします。なくなったって聞いたんやけど。はい、どうぞ。君からお願いします。じゃあ、すごい、もうアイいきます。ドルはもういきます。アバンギャルディです。はい。おでんくん、おでんくありがとうございます。お願いします。やべえ。はい、そして、一発ギャグします。携帯の機種を聞かれた時の AKB48 さん。携帯の機種何使ってんの?iPhone 10。アイムです。お願いします。よかった。ありがとう。どうなるかと思った。私も、なんちゃって。ありがとよかったです。う。嬉しかった。楽しく、今日も、はい行きそうですね。よかった。よかったです。したし。はい。新年一発目の登場でございます。お二人でございますけれども。お願いします。どうですか正月はどのようにお過ごしになられたんですか初詣に行きました。お聞いた。実はなんか、去年とか行けてなくて。あれなんでか行けてない。行きますよ。行きます。行かなかった。うわ、大丈夫それって。足にしちゃったんやろな、去年の自分。でも後回しってこう行ってないんでしょだからそれって運勢とか運気とか大丈夫でしたか行ってないんなら、初詣。特に。そうだったね。じゃあよかったね。怪我もなく。よかった。そうですかで、行ってる。で、そう、行って、で、おみくじもだから、めっちゃ久しぶりに引きました。で、どうだったの吉微妙。はい、微妙ですけれども、まあ、いい一年のすごい。スタート、はい、でした。アイムさんは私は、おばあちゃん家に帰りました。お岡山県なんです。岡山行ったんや。そうなんですよ。へー行けて、はい。で、おばあちゃん家に行ったんですけど、2時間で帰れって言われました。なんでや何したんやおばあちゃん足が悪くて、はいけど、私らが家来るときには、100% のおもてなしをしたいんですよ。だけど、もう100% でおもてなしできるのが2時間やったらしくて、お茶出して、お菓子出して全部してくれるんですよ。で、それでも2時間経って疲れたから、帰りんしゃいって言われて帰らせた。何なんか観光とかはそうですね。なんかジーンズストリートとか、あと、岡山遊園地あるんで、和州さん入る。行きました。逆に行けた。そう、余った時間を使って、普通できました。家族で。はい。家族で。いいですね。そうですか。私もだから初詣は行きましたよ。はい、私毎年ね、どんなに忙しくても初詣だけは行くんですよ。2カ所行くとこがありまして、一つは、車崎神社っていう芸能の神様がいる芸能神社がある、車崎神社に行きまして、そこでしっかりと、ご祈祷もしていただく流れをいつもやってるんですけど、もう一つは、鈴虫寺っていう、京都の鈴虫寺っていう、鈴虫寺って言いながら、本当はなんていう名前なんだったかな。
ちょっと、まあでもみんなから鈴虫寺って言われてる寺がありまして、で、そこに行くと、なんかね、まあわかりやすく言うと、和尚様の、和尚様っていうか、和尚さんの、あ、つけへんか、和尚に。和尚さんの講演会みたいなのがあるんですよ。何セミナセミナーとかじゃないんですけど、説法ですね。ははい。それを毎年必ず聞くんですけど、あ。まあだからなんていうんですか、周りの人を大事にしなさいよとか、もう本当にその幸せっていうのはすぐ目の前にあるよっていう、なんかまあ、大事なことを、すごい教えてくださるんですよ。20分ぐらいかな。そう。500円払ったら、500円でお話ししてくれるんですか？お茶菓子とかも出していただいて、はい。そうなんです。で、そこでありがたいお話を聞かせていただいて、で、なんかすごく大事な言葉とかもね、教えていただくんですよ。めっちゃいいです。で、最後に、そこの寺には、珍しく、わらじを履いたお地蔵さんがいらっしゃいまして、はい。はい。で、そのわらじを履いたお地蔵さんが、一つだけ、もう、たった一つだけお願い事をしたら、そのお地蔵さんが家まで、届けに来てくれ、願いを叶えに届けに来てくれるっていう。すごい。はい。そういった、お地蔵様もいらっしゃいまして、欲張ったらどうなんだろう。欲張ったら叶わないんですよ。だから一つだけなんで。だからすごくその一つのお願いって何やろうなって考える時間もすごく大事やし、叶えた夢なのか何かそういう、まあ目標なのか、何か欲しいものがあるのかわかんないですけど、まあそういうのを叶えてくれるっていう。すごい。毎年行ってますよ。はい。これはいつでも行けるというか、今からでも毎年、てか毎日開催というか、毎日やられているので、本当いつ行ってもいいんですけど、ゴールデンウィークはちょっと混むからお勧めしないですよって感じ。じゃあ平日とかでも普通？全然毎日やられてますので、行きたい。ぜひちょっと行ってみてください。すっごく、はい、すごくありがたいお話聞けるので、大事なことをすごく教えていただけますので、おすすめでございます。行きます。はい、私も行きたい。ぜひ。はい。じゃあ、そんなわけで。はい、じゃあ、歌。行く？じゃあ、行く？ウイから行きましょう。私、ミーハーで悔しいんですけど、ズートピア2を見に行ったんです。いいなぁ。早く行きたい。あ、行ってないですか？まだ行けてない。その曲を。その曲を。はい。FM 大阪あかねクラブ。本日のおかっぱトークは、ウイとアイムが来ております。お願いします。お願いします。毎週アバンギャルディのメンバーが変わる変わる登場しているこのアバンギャルディのおかっぱトークなんですけれども、今月から新企画発動しています。題して、おかっぱ即興劇はい、今年もですね、いろいろと挑戦が待っているアバンギャルディ。はい、これからは演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。はい、そこでアバンギャルディのみんなには、毎週テーマに沿ったラジオ即興劇を出演メンバーで演じてもらいたいと思います。今月のテーマはこれ。絶対説明。悪魔に追い詰められ、今にも壊れて落ちそうな吊り橋を渡るしか逃げ道はない。下の川にはワニが大きく口を広げて待っている。無事、渡りきれるのか、それとも、というテーマでございます。はい、これは、まあ、ラジオの即興劇っていうこともありますから、聞いてる皆様にですね、しっかり情景だったりも伝えなければならないですし、まあ、ただただキャーキャー言ってる場合じゃないよという、まあ、それがね、演技力としてはどうなのかなっていうところもありますから、やっぱりこの絶対絶命のこの瞬間をしっかりと、声で表現していただけたらなと思います。でもこれはもう即興劇なので、もうノー打ち合わせで、はい、言っていただきたいですけれども。難しいな。はい、これが、まあだから無事渡りきれるのか、それともどうなるのかっていうところもお互いね、探り合いながら、お互いが同じ方向を向いて、しっかり橋に対して、演技していただけたらと思います。橋に対して。橋に対して。じゃあ行きますよ。おかっぱ即興劇。よーい、アクション。どうするかどうするこれもう無理やって。バカで。わかれへんよ。どうしたんだよ。もう、バカで。揺れてるし、もう、これ無理ちゃう。下、ワインに出てる。何が何が出るの
失礼。なんでしちゃうどっちがいけるよ。どっちがいや、いける。喋りすぎちゃう。してけど。水やられる。してくれんかった。たっぷり。たっぷりなんだな。タイムだけ助かったんですね。ちょっと。すごく面白かったですよ。本当ですか？やっぱりなんでか、やっぱウイは、状況に気づいてないっていう、このね、絶対絶命のピンチの瞬間すらも、わからない。のって言われる。どうしたんとか言ってたからね。どうしたんなわけないじゃん。そうやと思えへん。実際こういう場面やったら。だって歩いててさ。もう橋を渡ってる時点で、そうやで。もう、ギリギリなわけやろ。そうかもう逃げ始めて橋渡ったんや、これ。旅行中の足やと思ってたから。やばい。そっからちょっと食い違って。すげえやっばい。すごいっすね。すごいし。いや、でも面白かったですよ。今までの人たちと違って、一風変わって。あ、よかった。じゃあよかった。じゃあ、ただいまの点数は、80点。はい。はい、やっぱりね、辛口審査員としては、そうですね。やっぱり辛口審査員は、あれですよ、一番初め40点ぐらいでしたよね。とか、そんなんやったから、辛口なんですよ。だから80点はいい方ですよ。そうですよね。はい。80という数字だけ見てしまうと、どうしても私の点数は低いと思われがちですが、よーく見てください。私はちゃんと点数差をつけていますから。そうですね。はい。存じ上げております。そうでしょはい、ありがたい点数差。をつけて、ちゃんと、いい人にもちゃんといいという、80はいい点数ですから。あ、よかった。はい。で、ちょっとそうですね、まだ伸びしろがあるということで、まだ20点高くね、まだ、今後頑張れよっていう20点っていう分。ありがたいね。はい。基準点がやっぱ基本的に、今回のね、このネタに関しては、テーマ何を低めに設定してしまいましたので、そうですね、43。はい。そうなんですよ。だからそういう点数かなっていう感じで、あとは尺の配分がちょっとあんまりできてなかったっていうところが。ラストね、もうちょっと。そうですね。そこを何か言葉で、詰めれなかったんかなっていう、諦めがちょっと見えてしまったっていうところが、やっぱり審査の、そうですね、こういう点数になってしまったなっていうところがありまして、本当にずっとすごい最近、審査熱が。ほんまに、聞いてる側ってこんな気持ちなんやっていう。そうです。でも、ただ、やっぱテレビでの生放送では、なかなかやっぱ、食ったコメントができないと、やっぱりそういうのは良くないなって思いました、改めて。自分は、悔しかったです。生放送で審査するのは、久しぶりやったっていうのも、これ言い訳になりますけど。あれですか鍵なんですよ。確かに。何の話をしてるかだけ一応確認させてもらいたかったけど。ごめんなさい。先週から引き続き、やっぱちょっとまだ熱冷めてないもんでね。ずっとこの採点の話とか思ったけど、すいません。ちょっと熱冷めてないもんなんですけど、生放送で審査するって本当に難しいから、そうですね。やっぱり、すごいなって、あっこで、バチッとしたコメントをおっしゃられる皆さんって素晴らしいなって思いましたし、そうですね。はい、私もね、何にも、大したコメント言えてないなんてね、言われたりして。あれはい、ネット民に。ネット民にね。なんでそんなことしてるいいと思いました。
思ったんや。ちょっとまああれですけれども、まあ楽しく、やりましたんで、はい。はい。楽しかったですということだけ。面白かったです。何の話ですかって。これ、がだいぶ脱線しましたけれどもね。はい、ちょっと思い出させてそうですね。まあ、がやっぱり。はい。とても、でも、良かったと思います。ありがとうございます。初めてのなんか、どうなるんだろうっていうワクワクが感じられました。ほんと。はい。まあ、低レベルですけど。あれ、さあ、じゃあ、これね、皆様、リスナーの皆様から、このおかっぱ総教劇へのテーマ設定を募集したいと思います。はい。アバンギャルディのメンバーに演じてほしいというテーマを皆様ぜひ送ってくださいませ。お願いします。はい。このメンバーにこの演技をしてほしいというような、希望は添えませんので、どのメンバーでもできるようなテーマ設定をよろしくお願いします。お願いします。FM 大阪のホームページをポチッと、そしてメッセージを送るところからあかねクラブを選んで送ってきてください。待ってます。じゃあ、ここで音楽いきたいと思います。じゃあ、アイムさん曲紹介お願いします。はい。全然話変わるんですけど、はい。今年の私の目標の一つが、はい。いろんなアーティストさんのライブに行くってはい目標にしたんですけど、はい。今まで全然行けてなくて、でも今年は絶対に行きたいのが星野源さんなんです。へー。行きたくないめっちゃ何回。もさ、このあかねクラブで紹介してるよな。あ、マジうん、してんで。じゃあもう好き。そう。気づいた気づいてないかもしれへんけど、知ってるもん。してた。でもほんまに今年は行きたくて、はい。そのおすすめのは曲を、い。すごい。古いんですけどやった、古いんですけど、はいずっと聴いてる曲を、うん。星野源さんで、FM 大阪、あかねクラブ、おかっぱトークでございます。皆様からのメッセージを募集ということで、ちょっとまだね、収録が重なっておりまして、ちょっと来てはないんですが、募集中のテーマはですね、私、大人になったなぁと思うこと、教えてでございます。はい。なんで、まあちょっと、募集中ではあるんですが、ぜひお二人にも、大人になったなと思うものを聞いてみたいんですが、まあちょっと、ういさんとかなんて言うのか、ちょっとね、楽しみですけど。ちょっなんというと、アイブさんから聞こうかな。私、はい大人になったなと思うことは、はい。遊園地とかにうん一日折れないそうなんですか？一日折れないかったんですよね。折れなくなってきた。ああとはアトラクションで、あアトラクションばっかり乗ってたのが、ご飯を何回も行くとか、すぐ休憩するとでか、もめっちゃわかるわ、それ。それでめっちゃ、なんかやっぱ子供の時ってさ、アトラクションいっぱい乗らへんかで元取られへんしとか、あるよな。何とかがもう、そう、出すというか、いやこれを乗って、これ乗って、これ乗ってって、乗り物いっぱい乗るのも楽しいと思ってたもん。そううん。でももう今ははいはい。乗れるか乗られへんかとかで、それよりもご飯食べたい、お土産買いたい、あサイドメニューじゃないですけあ。ど、はいはい。そっちに、サイドだから、ショーをゆっく食べり見たい。歩きたいなとかね。あーそんなんもあるよね。はそこでめっちゃ、わで、かります。はよ帰ろとか。はいはいはい。だからまあ、私もわかるわ。夜遅くまでもういなくて、はい宇宙でもうある程度楽しんだらもうええかって帰るってやつね。全部乗らんでもいいし。そうです、そうです。そのなんか時間の使い方がすごい変わったなって思いました。確かに。わかるわ。私はもうだからそういうテーマパークとか行っても、はい。なんかお酒飲みたいなって思うから、そうなんよ。なるほど。すごい共感しました。はい。ういさん。過去に言ってきたんは、ほうれい線とか、胃の荒れとか、なんかそういう体のことやったんですよ。本当に何言うてんの怒られるよ。そう、怒られるから、なんか、そらそうや。何言ってんのって感じ。そこらでね。本当に、二十歳そこらで何を言ってんの1年で何が変わるんそう、そこらでこのな、まだまだ、ほうれい線なんかありません君には。このツッコミが来るんです。そらそうやろ。そうやろ。だから、他に何があるかなって考えたら、出来事あって、大人になったなって思った。貯めるの。何電車乗ってた時に、あかねさんが肩に頭コテってこうやって、なんて言ったらいい寄りかかったんです。嘘だね。
夢でも見たなんで乗ったことないんやけど。あるじゃないですか、帰り道。いや、あれやろごめんなさい。ないんか。あるんです。あるけど、寝ることないです。寝ることはないです。寝てなくて、なんて言ったんやろ。携帯いじりながら、普通に持たれたってことそう、持たれた。持たれたんですよ。想像はできるやろ。だから頭置いたみたいなこと。そう。今しましたっけいや、よくしてるんです。いろんな場面で、あかねさんは。その、やばいやん。人にこうやって。こうやって。で、いいなって思ってて、でも私ってなんか、ごめん。何が何するちゃんと。来た。私がこうやって首をこうやって人に置いたりすることがいいなってこと多分そのメンバーの中でも、その、メンバーの中でも年上の年長組とかに、あかねさんがこう、そう。なんか多分、誰がない人にはできないと思うんです、それ。だからちょっと私大人になったからって、ああ。勝手に。子供がお母さんとかにするとか、そういうのはわかるけど、大の、年上の大人の人が自分に寄っかかってきたから、自分も大人になったってことっすか？そういうことなんかな。そうやけど大丈夫？ちゃんと伝えたいけど、何それやられたのなんか、嬉しかったって話やろ結局それ。まあな、嬉しかったし、なんか大人になった気分になった。私もあかねさんの頭を支えられるような人になったんだって思って。そう。ほんまにそう。マジ、そんした覚えマジでないんですけど、怖っ。あるんですよ。こうやってでも思い出だからもう覚えてるんですよ、こっちは。そう。結構やばいな、それ。なんか、無意識にそれやってるとしたら結構やばくないですか？でもまあ、信頼してる証拠なんですか？周りの安心。ねえわ。すすげえ。自分のやばさがちょっとなんか怖ーと思ってます。いいはないと思いますけど。やばいでしょ。なんかこう、肩組んだりとか、腕組んだりとか、なんかちょっとこう、ああ、まあでもちょっと確かにやらし私、くやる感じ。結構、肩とか、うん。腕持つの癖はあるじゃないですか。でもそれは、理由があって、厚底履いてるから危ないからってことですね。自分で履いてるのに。ほんとこけたらシャレなのから、ですね。ちょっと支えが必要って思うのと、あとなんかまあ、これも良くないんですけど、何かしらこうね、携帯こう触りながらとか、まあ何か作業しながら歩いてしまう。まあこれ良くないですよ。こういうなんか、スマホって良くないので、その迷惑にならないようにって言ったらあれですけど、まあちょっと誘導してくださいってまあ、いう。ガイドですね、いわゆる。はい。ちょっとそういうことはしてしまいがちなので、腕とかは守ってしまうことは多々あるが、そう流れて喜んじゃった。頭こうと。ん頭ことはちょっとマジで記憶ないんで、ちょっと気をつけます。もっと、おかわりおかわり。なんならね。なんか、ちょっと嫌だな。まあ、ということで、皆様からの大人になったなーのメッセージも募集しておりますので、ぜひ皆さん大人になったなーって思うエピソードを教えてください。はい。はい、ということで、じゃあ、お時間ですね。はい。じゃあ、告知をお願いいたします。はい。アバンギャルディライブツアー2026の開催が決定しました。はい。全国6都市で開催します。はじめは5月16日の石川から、1月4日の福岡まで。はい、大阪はいつですか？大阪は5月23日土曜日、NHK 大阪ホールで2公演させていただきます。はい。そしてこれはファンクラブ選考受付が始まっていますね。はい。先週から始まっておりまして、はい。はい。ファンクラブに入られている方が先に、このチケット、の応募ができるので、皆様ぜひ、はい。6都市ありますのでね。ぜひ全部来ていただけたら嬉しいでございます。お願いします。はい。ということで、じゃあ、今週の、オカパトークは、ウイとアイムでした。ありがとうございました。じゃあ、お別れに一曲お願いします。はい。渡辺真知子さんで、カモメが飛んだ日。ということで、ちょうどだから2週間前になるんやね、もう。YouTube でですね、はい。そう、アバンギャルディが、カモメが飛んだ日のダンスを踊ったやつをね、はい。公開しております。はい。大変でしたか？やばいよな。みんなが想像する以上に過酷です。そうなんですか、あれ。なんで？だからなんかあの映像を、その皆さんに見てもらって、こう踊れてる
なんてそうですよ。なんかまあ、普通に踊ってるやんと思いましたけど。言ってもらえてたのがすごい安心したぐらい、もう足元取られて、芯がしっかりしないというか、結構私たちの中では、あ、これ結構まずい。うん。へ出てるみたいになってたよな。うん。なんかあなたもなんか、ウイさんはなんか砂を口にいっぱい入れました。そう。砂をあんなに大量に口にさ、入ったの初めてで、でもなんかパラパラ取ってたら、なんかもう取れよみたいな感じだから、撮影中も唇がなんて言ったらいいザラザラのまま。ザラザラのまま踊ってた。はい。ちょっと、意外と大変だったっていうことで、そういうふうには全く感じさせない踊りなので、ぜひ皆さんご覧になってください。はい。くだじゃあ、さい。なくね、ちょっとね、本当に迷ってね、ああいう映像撮るときってね、まあ、大体何テイクかするわけですよ。はいはい自分らが納得いくようなやつが撮れるまでって言って、途中でね、ほんまにね、カモメがね、後ろから飛んできたんですよ。本物のカモメがね。で、みんなカモメが飛んだとか言って、やってるときに、1羽のカモメがね、1羽のカモメが飛んできたんですよ。で、超奇跡じゃんと思ったんですが、その、なんか、映像の踊ってる、なんか、足間違ったんですよ、振り付けが。でね、結構気になっちゃって、それが。間違ったっていうよりは、足場が悪くて勝負せえへんかったんですよ。勝負せんと、なんていうんかな、足場を気にしてたっていうのが、ちょっと目立ってて、それを優先したんですよ。そしたら、やっぱコメント欄に、なんかカモメ1羽ぐらい飛んできたらええのに、みたいな。書かれてて、ちょっとなーっていう。確かに。ですよって出たんですよっていうのは思いますね。なんかちょっと、悔しいですけど。難しいですね。でもそれぐらい、やっぱり、奇跡もあるし、でもメンバーのちゃんと踊れてるかの奇跡もあるし、髪の毛のコントロールもあるし、カメラマンの動きもあります。だから、まあ、いろいろ奇跡が重なって、いいものだなというものを選んで、映像が